皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。ベルギーを経由してオランダのセンターパークに向かっています。車で3時間ほどで到着。広大な敷地にコテージがたくさん並んだ宿泊施設です。センターパーク内は小さな町のようになっていて、湖もありました。こちらが今回私たちが泊まったコテージ。このコテージは2人用の一番小さいタイプのものでした。中はアパートのワンルームのような感じで収納もあって快適でした。コンパクトでしたが必要なものはすべて揃っていました。さらに各コテージにテラスがついていました。なかなか開けられない窓。この時は8月でしたが、オランダは少し肌寒いくらいでした。テラスの目の前に湖があって鳥などの野生動物もいてのどかでした。シャワーとトイレもコンパクトでしたが数日過ごすには十分。まだ新しい空間に慣れない犬。キッチン用品もかなり揃っていて滞在中料理するのにも全く困りませんでした。テレビと暖炉もありました。なぜかスーツケースに入りたい犬。ちょっと周りを散策。こんな感じで同じ形のコテージが小さい町のように並んでいます。ラッキーなことに私たちのコテージからちょっと歩いたところにプールやレストランが入った建物がありました。建物の中も自然がいっぱい。子供が楽しめるものもたくさんありました。初日は奮発して炭火焼きのレストランへ。このスパイシーなポップコーンがかなり美味でした。なんだかディズニーを彷彿とさせる内装。セルフで作るモヒートセットを頼みました。彼のレクチャーを受けながら初挑戦のモヒート作り。ちなみにこの腕につけているバッジでコテージの鍵を開け閉めしたりプールに入ったり、これが施設内のパスの役割を果たします。日帰りでプールだけ楽しむこともできるそう。オランダは夏でもあまり暑い日がないので、施設内は湖よりもプールに行く人が圧倒的に多いようでした。オランダの人たちは感じのいい人が多くて、レストランのサービスもかなりいい感じでした。公用語はオランダ語ですが、英語も流暢な人が多いので、簡単な英語ができれば観光するのにも困らないと思います。初挑戦の手作りモヒートのお味はいまいちでした。彼はステーキ、私はサーモンのグリルを注文しました。見た目からしてかなり美味しそう。彼情報によるとヨーロッパのいろんな国にセンターパークがあって、
どの国のどのセンターパークに行ってもコテージの作りやレストランのラインナップが同じだそう。どこでも同じクオリティを保てるのはすごいけど、面白みがないとも言える。でも私にとっては人生初センターパークだったので、全てが新鮮でした。デザートは手作り感満載のチョコバナナパイ。正直メインほど感動的な美味しさではなかったけど、ボリューム満点で満足度の高いデザートでした。お腹も心も満たされてコテージへ帰ります。部屋に置いてあったキッチンのアメニティをチェック。スポンジ、食洗機用の洗剤、マッチ、布巾2枚。ちょうどかゆいところに手が届くような、こういう細かいところまで配慮されています。おやすみなさい。ぐっすり眠って翌朝朝食を食べます。センターパークへ向かう途中である程度買い物をしてきました。朝は連日曇っていて肌寒かったので室内で朝食。その後はプールと同じ施設内にあるショップを散策。ポケモンのキャップがかなり個性的で可愛かったです。これは割引しても売れないであろうアザラシの顔。なんだか独特なインテリアグッズがたくさん。フランスにはお土産文化がないので見るだけです。施設内に池があって濃い亀が泳いでいました。どこも手入れが行き届いている快適なセンターパーク。お昼は売店で買ったチーズやお惣菜をいただきました。オランダもチーズが有名なので買ってみました。名前が思い出せないこちらは癖のないシンプルな味。これ以上ないシンプルさのポテトサラダはかなり酸味が強かったです。ゴーダチーズは食感がゴムかプラスチックっぽくてあまり私の好みではありませんでした。次回はセンターパーク続編です。
楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。